んにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA に行ったらぜひチェックしてもらいたい新商品を紹介します。ずっと売り切れていて買えなかった新商品もようやく買えましたので紹介します。フラッと IKEA に行くと見逃しがちですので、ぜひスクショを撮りながらご覧ください。ずっと買えなかった新商品、こちらなんです。キッチン用品の売り場に売っていますこの字型のラックのようなものです。私週に1回 IKEA 行くんですけど、それでも全然買えなくて1ヶ月ぐらいで、今回やっと買えたんですけど、今ホームページチェックしたらまた売り切れてました。こんなにあるのにすごい人気のようですね。でこちらはもともと一番左に今映ってますシェルフがずっと出ていまして、新しくバリエーションとして今回のミニの棚と今真ん中に映ってるコーナータイプ、また右のフックタイプが追加されました。でもともと人気だったのでバリエーションが増えたということだと思います。そしてこのミニタイプがめちゃくちゃ売れているという状況です。今オンラインサイトのレビューを確認したところ、ネジ穴に不良が多いというご意見がありました。その返品の手間がかかるのはよろしくないですね。私が購入したものは難なく組み立てられました。ドライバー1本あれば組み立てられます。とても簡単でした。で実際の使い勝手なんですけども、大きさが絶妙でいいなと感じています。ちょっとしたスペースに飾り棚を作れるのがいいなと思います。でこのシェルフ自体もとてもおしゃれですし、こちらキッチンですけども調味料などを置いてもちょうどいいので実用的です。小さめのマグカップなら2個置くことができました。またこのウッドの部分竹製なんですけども、 IKEA 商品みんな竹製なので、このように素材感が揃うのがいいなと思います。サイズ感本当に絶妙で、デスク周りでも使い勝手いいなと感じています。こちら無印の A6 サイズのメモ帳ですけども、ぴったり置くことができます。さらに奥行き方向に置くこともできますので、高さ方向を有効活用した収納を作ることもできます。さらにこちらの商品は2段積み重ねることも可能です。オンラインサイトで在庫をチェックしてみてください。日本の IKEA では5月10日までポケモンとのコラボイベントをしています。紙製のバイザーを無料で配ってて、大人も子供もそれを被ってるのが可愛い世界でした。はい、店舗に戻ります。こちらは限定コレクションの LED ランタンです。間近で見ると思ったより質感が良かったです。スチール製です。こんな感じで屋外のベランダですかねみたいなところで使うのもいいなと思いました。結構機能的で、こちらは3段階に調光ができます。電池は単3電池3本使用するんですけども、充電式の電池を使えば USB-C のポートがついてますので、電池を取り出さずに直接充電することが可能です。こちらデザイン by ミカエルさんです。今話題のデザイナーさんでして、最後また出てきます。同じシリーズのクッションカバーなんですが、生地がとってもしっかりしています。ジュートが 30% 入っているみたいです。ですが洗濯機で洗えるとの記載がありました。デザインがすっごく渋いです。さらに長方形のタイプも出ています。こちらもかなり落ち着いたデザインとなっています。長方形のクッションカバーって便利なんですよね。ソファーに置いておくと、その正方形の中に長方形があるとリズムが出ますし、ちょっと枕代わりにもなります。あとこちらのコレクションはキッチンクロスが本当に人気すぎて、もう見本すらなくなっていました。買えた方すごいですね。鍋つかみもとっても可愛いです。ブルーとブラウンの組み合わせがとってもおしゃれですよね。こちらはリネンが混ざっているので風合いが素敵でした。こちらももう言うてる間になくなりそうですね。はい、でこちらはエプロンコーナーです。同じコレクションのものなんですけども、こちらはめちゃくちゃ長いタイプで腰から下のタイプのエプロンとなっています。いや、こんだけ長かったら上半身も守りたいなと思うんですけど、そういう問題じゃないんですかね。結構重たかったですね。私はこの軽いポリエステルのが推しです。でこちらホーロー製の食器プレートとボウルとコップも出ています。
ボールの値段を右上に書いておきます。いやもうやっぱりね軽いしちょっといいなと思うんですけど、食洗機は使えません。ただこちら限定コレクションなので迷ってる方はお早めにゲットしてください。この縁取りのあるデザインは本当に素敵ですよね。こちらビリーという本棚なんですけども、すごく発色のいいブルーが登場していました。ビリー最近グリーンも出てて、もうそれはなくなってしまったんですよ。なので、ブルーも限定的な感じなのかなと思います。こちら真っ白のプーフなんですけども、ずっと欲しくていいなと何度もチェックしてしまいます。こちらは新しいシリーズで出てまして、このソファーと回転するイージーチェアと、そしてこのプーフというシリーズで出ています。生地がねちょっとブークレ素材でとっても素敵なんですよね。で色もいいんですよ。ちょっと柔らかい白、オフホワイトです。いや欲しいけどちょっと大きいんですよね。で今隣に映ってたサイドテーブル、ホワイトが映ってたんですけど、そちらのブラックも登場していました。足の部分がホワイトの方はクロム調だったんですが、ブラックの方は足もブラックとなっていてかっこいい雰囲気です。このマットなスチールの素材感がすごくいいなと思いました。今右に映ってます小さいサイドテーブルタイプと2種類出ています。ちょっと可愛らしいクッションが売っていました。なんと猫模様です。こちらは中身入りのクッションでこの価格で売られています。すごく安いですよね。1匹だけしましまの子が混ざっていました。同じモチーフでボックスも発売されていました。猫さんの顔が何とも言えない表情をしています。子供部屋のおもちゃボックスなんかに良さそうです。こちらも猫さんなんですがちょっと高級になっています。この表情の部分が刺繍なんですよ。ちゃんと尻尾もついているというこだわりです。ちょっと他の商品とは値段が違いすぎてびっくりですけども、こちらハンドメイドの商品となっております。この赤みのある茶色、今季すごく流行ってますよね。こちらもすごくパイル地みたいな感じで手触りはいいですし、陰影が表面に陰影があって素敵ですよね。クッションカバーは取り入れやすくていいですよね、流行りのカラーなんかを。でこちらは隠れた名品だと私は思っているチェアパッドも新色が出ていました。IKEA のチェアパッドは滑り止めが結構効いているっていうのと、洗濯機で洗えるっていうのが特徴です。ダイニングチェアとかで使う場合が多いと思うんですけど、洗濯機で丸洗いできちゃうのは安心感があります。うちもこれ使っています。でなんと新色、こちらもブラウンレッドなんです。めちゃくちゃこの色トレンドなんですね。このブルーとの組み合わせもね、さっきの鍋敷きと一緒で可愛いです。こちらクリアなチェアに敷かれていますけども、ラグもブラウンで机の上の収納ボックスも同じようなカラーなのでとてもマッチしています。こちら卓上になぜかじょうろがあるんですけども、園芸中でしょうか、すごくおしゃれなデザインのじょうろです。こちらニューって書いてあるんですけど、限定コレクションなのでもうかなり品薄になっています。結構このお部屋がブラックを使われている部屋でして、新商品のペンダントライトも取り入れられていました。でもう一つ私の推しチェアパッドがありまして、こちらそれの新色が出ていました。私はグレーかな、ライトグレーみたいなのを使ってるんですけど、この低反発具合がすごくいいんですよ。青といっても結構落ち着いた青色に見えました。うちのはこんな感じでダイニングチェアの上に置いて使っています。とても人気のダイニングテーブルのスコクスタシリーズなんですけども、こんなカウンターテーブルみたいなのがありました。しかもこれ珍しくてすごい、なんですかね、ミニサイズっていうんですかね、立ち飲み屋さんができそうなサイズ感でした。キッチンの作業台にしても良さそうな高さです。こちらはそのカウンターテーブルの
サイズ違いが出ていました。これは本当にキッチンカウンターになりそうなサイズ感です。こちら合わせてあるチェアもスコグスタシリーズです。すごいデザインかっこいいですよね。ちょっとクラシックな背もたれのデザインでもブラックっていう、すいません、ブラウンとホームページには記載がされていました。色がついてないクリアラッカー仕上げのものもあるみたいです。ちょっと前に紹介したこちらのタクシーのクッションなんですが、謎のチャックがついているんだけど、これなんだろうっていう話を前させてもらいました。こちら裏に中身が取れるわけ、カバーと中身が分かれるわけでもないんですよ。そうすると日本以外の方だと思うんですけど、それはパジャマ入れだよというコメントをくださって結構たくさんパジャマ入れなんていうものを知らなくて私はびっくりしたんですが、皆さん知ってますが、パジャマ入れという文化があるみたいです。教えてくださった方ありがとうございます。また実際に買われた方からは、こちらはこのドアを表現しているがためのチャックなのではないかというご意見をいただきまして、確かにそうかもなって思いました。遊び心のあるデザインでいいですよね。またこんな可愛いクッションも出ていました。こちら表と裏で柄が違います。ユニコーンと裏側は虹といういい夢が見られそうなクッションです。お子様なら枕にもなりそうです。こちらのディスプレイも壁紙がブラウンレッドになっていまして、やはりトレンドを感じますね。ダークブラウンの家具のシリーズでとても人気のロードマンソーというシリーズなんですけども、こちら本当にすごい反響が大きくてですね、いつもストーリーズとかでちらっと映るだけでそれすごくいいですねってコメントが来るぐらい、足のデザインが細くてちょっとゴールドが入っているのも特徴です。でこちらのディスプレイもねすごくいいですよね。キャビネットの上の小さいミラーがあってすごくいいなと思います。でこのシリーズからなんとベッドが登場しました。このシリーズでコーディネート揃えたいっておっしゃってる方にはぜひおすすめしたい。日本では2サイズの展開となっています。こちらも足が細くてですね、とてもかっこいいです。先端だけゴールドです。公式サイトの画像も最高にかっこよかったです。コーディネートすごい素敵ですよね。こちらサイドテーブルと一緒にこのように並べたいですね。すごく素敵です。ラグがまためちゃくちゃいいですね。本当に素敵なディスプレイでした。こちらのお部屋はベッドと横のチェストが同じシリーズで揃えてあります。本当チェストも本当サイズバリエーションいろいろあります。ぜひいいなと思われた方、ホームページ見てみてください。 IKEA は商品名が全部同じシリーズ名として同じなので、シリーズ名で検索してみてください。引き出しの中の色がすごくおしゃれなブルーとなっています。これも全部シリーズ共通してブルーです。だからなんですかね、 IKEA のさっきのディスプレイもそうですけども、こういうブルー系と合わせられてましたよね。こちらはベッドスプレッドと枕がネイビーでコーディネートされていました。この可愛いパステルカラーの3つ、これは何でしょうか。隣に映ってるので分かりますかね。空気清浄機なんです。こちらは白一色だったんですけども、白が廃盤になりまして、この可愛いカラーの3色が追加されました。まだ編集している今時点ではオンラインサイト載ってないんですが、そのうち載るんじゃないかなと思ってます。めちゃくちゃ小型なので狭い部屋向きだとは思います。その旧カラーのホワイトの情報ですけども、7平米の部屋を1時間に5回空気清浄機を通す設計ということです。性能の方は世界的に信頼されている空気清浄の規格にのっとって検証されているとのことです。替えのフィルターも売っています。ホワイトのオンラインサイトのレビュー評価すごく高いので、これもいい商品なんじゃないかなと思います。結構静かっていうコメントも多かったです。この隣のディスプレイが頑張れパンチくんのオランウータンが飾られていました。すごい人気で品切れみたいですよ、このオランウータンさんは。
ラグコーナーです。IKEA で人気のストエンセシリーズからこんな小さいミニサイズのラグが出ていました。しかもこんな丸い形をしています。かなりミニサイズなので使いどころ難しいかもしれませんが、パーソナルチェアの前とかにちょこっと置く感じですかね。こちらカラーすごく素敵でした。通常の四角いタイプも売っています。ストエンセシリーズは本当毛が短いので掃除しやすいですし、でも毛がすごいギュッと詰まっているので安っぽくないんですよね。うちもストエンセ使ってまして、とても気に入っています。こちらすごく見るのを楽しみにしていました。平織りのラグなんです。本当 IKEA ってラグいろんな種類あるんですけど、お手頃価格なものが多いのでラグ選びに IKEA はいい選択だと思います。やっぱり平織りっていいですよね。掃除のしやすさがやっぱりいいなと思います。で結構すっきりして見えますよね。でまたオレンジなんですよね。この新色がオレンジということで、今回すごいオレンジの話ばっかりしてる気がします。ダイニングチェアの下なんかでもこう扱いやすいですよね、平織りなので。平織りなんですけどもかなり頑丈そうに見えます。こちらの一番大きなサイズもありまして、このサイズでこの価格はすごいなと思います。やっぱ大量生産だからですかね、IKEAって。あともう一つ、これは多分新商品じゃないと思うんですけど、ダークブルーの平織りのラグがありました。こんなのもあったんですね。フリンジがついててとても可愛いです。でこれのいいところはラグってすごい場所を取るじゃないですか、通常のラグって。これはこんなにもコンパクトなので、そうシーズン的に今は使わないなって時は片付けたりできるのがすごくいいなと思いました。こちらは新商品の速報です。大変人気が出ると思われます。 IKEA PS シリーズの新作となってまして、デザイン性の高いものがお手頃価格っていうのが IKEA PS コレクションの特徴でして、見てください。3つだけ先にお披露目されたんですけども、どれも素敵すぎませんか？この曲がるランプですよ。こちら3色展開とのことで、こちらは空気で膨らますチェアです。空気で膨らますチェアはミカエルさんデザインとなっています。こんな持ち上げちゃったりなんかして。であとこの揺れるベンチっていうのも発表されました。フルラインナップは5月13日の発表となっています。インスタのストーリーズか YouTube の投稿でも速報レポートをしますので、ぜひ皆さんチェックしてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。